おはようございます。ケンです。今週のテスラに関する重要な動きを今日はまとめて振り返っていきます。今週のニュースを並べてみると、株価の調整、テスラセマイの量産、FSD の中国本格準備とサブスク化、ロボタクシー量産の動き、そしてイーロン・マスクさんが語った未来の通貨の考え方、一見するとバラバラの話題に見えるかもしれません。ですが、これらはすべて一本の大きな流れにつながっています。結論から言うと、テスラは今、自動車メーカーから文明インフラ企業のフェーズ、ここに入り始めています。今日はこの視点で今週の動き、これを整理していきたいと思います。まず、テスラ株の現在地から見ていきます。今週テスラ株は430ドルを割り込み、不安を感じた方も多かったと思います。ですが、チャートが示している事実を見ると、長期トレンドが崩れた動きではありません。週足では200日移動平均線を大きく上回った位置にあります。これは長期の上昇トレンドが維持されていることを意味します。一方で、日足では20日移動平均線を下回り、短期的な調整局面に入っています。RSI を見ると、売りはかなり進行してきていて、出来高もパニック売りを示すような急増は見られません。つまり、今の下落は崩壊ではなくて、上昇トレンドの中で起きている調整なんです。今は恐怖で投げている場面でも、勢いで買う場面でもなく、静かに下げ止まりを待つフェーズと言えます。では次にテスラのセマイの量産です。イーロン・マスクさんはテスラのセマイが本格的な量産フェーズに入ったと明言しました。価格はスタンダード仕様で約26万ドル、ロングレンジ仕様で約30万ドル。重要なのは安いのか高いのかではないんです。物流会社が現実的に検討できる価格帯に入ってきたという点になります。ディーゼルトラックと総所有コスト、いわゆる TCO で正面から比較されるゾーンに入ってきました。さらにメガチャージャーと呼ばれる大型トラック専用の充電網、狭い専用のサービス拠点、車両だけではなくてインフラとサービスをセットで整えた上での量産です。これはテスラが売ろうとしているのがトラック1台ではないということを意味します。物流インフラそのものをビジネスにしようとしています。そして次に FSD です。テスラは中国の上海で FSD の検証を担当するエンジニアの採用を開始しました。これは中国で FSD を実際に動かすフェーズに入ったっていうことを意味します。中国は世界最大の EV 市場であり、同時に世界でも最も複雑な交通環境の一つです。ここで FSD が機能すれば、世界のほぼどこでも通用する自動運転システムになります。さらに FSD の買い切り販売が終了し、今後は月額サブスクリプションになります。これは FSD を機能ではなくてサービスとして扱い始めたということになります。テスラは車を売る会社から運転という行為を売る会社へと進化しています。そして次にロボタクシーの動きです。中国ではポニー AI とトヨタがロボタクシーの量産を発表しました。これは自動運転が研究段階を終えてビジネスの段階に入ったということを意味します。一方でテスラのサイバーキャブは初期の立ち上げは遅くなるとされています。ですがテスラはこれまでも最初は遅れ量産に入ると一気にスケールするというパターンを何度も繰り返してきました。重要なのはスピードより量産フェーズに入った時の伸びしろです。そして次にスペース X の月と火星の話です。イーロン・マスクさんは火星よりも先に月に都市を作ると語りました。これは火星を諦めた話ではありません。火星を成功させるために、まずは月で自己成長する文明を作るという話になります。これはテスラの戦略と同じです。まず成立するシステムを作る。その後にスケールをさせていくんです。ここでイーロン・マスクさんが語った未来の通貨は質量とエネルギーになるという発言につながってきます。イーロンさんが言っているのは通貨が消えるという話ではありません。価値を測る基準が
お金からエネルギーへ移るという話です。工場も AI もデータセンターもすべて電力で動いています。テスラは太陽光発電、蓄電池、EV、ロボタクシー、AI、これらをすべて持っています。ここまでを一本の線でつないでみると、テスラは AI が動くためのエネルギーを生み、その AI が物理世界で価値を生む、この循環を作ろうとしています。この視点に立つと、テスラを PER で評価すること自体がずれているということも分かってきます。見るべきなのは車の販売台数ではありません。AI に制御されるデバイスの数です。自律走行するマイル数、発電、蓄電容量、これらがテスラの本当の KPI です。短期では株価は上下します。ですが長期で見るとテスラは文明の基盤を作ろうとしています。この未来を信じるのか信じないのか、それがテスラ株を持つかどうかの最大の判断基準になってくると思います。では今日の内容をまとめていきます。テスラは自動車メーカーから文明インフラ企業へこのフェーズに入りました。今後もテスラがどのように進化していくのか、この動きっていうのを追っていきたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今日の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube を毎日ご覧になってもらうことで、テスラに関する情報っていうのはほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 411.11 ドルで、今週末が 417.44 ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果見ていきます。今回は550票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 72% で、これらの方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、6名の方が正解となっております。そして、ラルさんが3週連続正解です。来週4週連続になるか、これは楽しみだなと思います。ラルさん、ぜひ頑張ってください。そして、このアンケートですけれども、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。